皆さんこんにちは。Real Japanese Podcast のりゅうごです。今回もリアルな日本の文化と日本語を勉強していきましょう。最近日本もかなり暖かくなってきました。私は基本家から働いているのですが、最近はできる限り外に出ないようにしています。というより、出たくても外に出れないんですよね。なぜか理由はわかりますか？理由は一つ、花粉症です。ということで、本日のトピックは花粉症です。日本の花粉症はマジでやばいです。では、本編に入る前に今回のキーワードを5個紹介します。一つ目のキーワードは対策。何か問題があるときにその問題を解決するために取る方法や準備のことです。限界。これ以上できない、またはこれ以上進めないというギリギリの状態です。貫通。物が何かを突き抜けて通り抜けることです。治療。病気や怪我を治すために医者が薬や手術などを使って体を良くすることです。覚悟。これから起こる大変なことや辛いことを受け入れると心で決めることです。これらのキーワードはポッドキャストの中で自然に使っていきます。ぜひ覚えておいてください。ではまず花粉症がどんなものなのかお話しします。花粉症とは植物から飛んでくる花粉が原因で起こるアレルギーのことです。鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどが症状で、主に春の初めにひどくなります。日本では杉やヒノキの花粉がとても有名です。最近では日本人の 50% が花粉症だと言われています。昔はここまで多くなかったんですけどね。自分の場合は最近外に出るだけでくしゃみが止まりません。そして目がかゆくなって涙も止まらなくなります。本当にこの季節は外に出たくないですね。対策方法はいくつかあります。一番の対策はマスクをつけることです。日本でマスクの文化が流行った一つの理由は花粉だとも言われています。ただ限界はありますけどね。たとえマスクを2枚つけても結局目は守れないし、時間が経てば花粉はマスクを普通に貫通してきます。薬局に行けば花粉用の薬を買えるので、一時的ですが、その薬を飲めば結構楽になります。そんな中、最近花粉への対策として人気になってきているのが、鼻の中を焼くという方法です。レーザー治療とも呼ばれています。これは病院で鼻の中にレーザーを当てて花粉に対する反応を軽くするものです。人によってはこれをやるとしばらく花粉症が軽くなったり全然出なくなったりするそうです。自分はやったことないんですけど、
かなり怖そうですよね。でもこれをやらないと生活に問題が出るくらい花粉症がひどい人も多くいます。ちなみに花粉症の日本人と一緒にいるときに気をつけてほしいことがあります。それは窓を開けないということです。窓を開けるとかなり花粉症がひどくなります。なので、花粉症の日本人がいるときにはあまり窓を開けないようにしましょう。あと、服にも花粉がたくさんつきます。部屋に入る前には服を叩いて花粉を落としておくと最高ですね。ということで今回は花粉症について話しました。春は気温がちょうどいい季節なんですけど、花粉症があまりにもひどいです。日本に住んでいるけどまだ花粉症になっていない人、もしくは日本に住もうと思っている人は覚悟した方がいいと思います。ちなみに皆さんの国には花粉症はありますか？ぜひ教えてください。ということで本日のポッドキャストは終わりです。次回もまたリアルな日本の文化と日本語を勉強できるポッドキャストを作っていきます。またね。